とんでもないことが分かりましたので、そこでお伝えしたいと思います。10万円が給付される人がいる中で、新たな給付金については相当先送りにされる可能性が出てきた対象者の方がいらっしゃいます。それについてそこでお伝えします。新たな給付金は先送りの可能性、秋開始の給付金補助金、全国民一律10万円給付実現どうなるということについて、給付金の最新情報についてお伝えしたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、給付金に関すること、あるいは補助金に関すること、知りたいと思っていらっしゃる個人の方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。で、新たな給付金の情報、新たな補助金の情報、出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。新しい給付金、補助金に関する情報が出ましたら、すぐにこのように動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出た時にすぐに知りたいという方は、チャンネル登録をしておいていただくと、このようにすぐに動画でご覧になっていただけるようになります。給付金の情報を早く知りたい。あるいは給付金確実に給付完了させたい。あるいはできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付させたいという方は、チャンネル登録していただければと思います。それでは早速いきたいと思います。何が速報かと。岸田首相が衆議院を解散しないで、ずるずるこのままと衆議院の任期満了まで行く可能性が出てきたということです。それがなぜ給付金、補助金に影響するかということです。自民党、岸田首相として、新たな給付金というものを、6月に発表しました。今日は7月の末、31日、月末ですので、明日から来月、8月になりますと。で、8月から3ヶ月間、電気代の補助金が出ますと。これは1回、物価高対策として電力とかガス電力を引き下げる補助金なんですけれども、1回7月は、6月までで7月1回停止されましたと。ただ、国民の声としては、いやいや、電気代の高騰ひどいですよと。なので、その補助金出してくれっていうことで、継続は決まったというところですね。間少し空くんですけども、8月から3ヶ月間出ますと。あるいは電気代、ガス代の補助金ですね。ガソリンの補助金も年内まで延長されるというところで決まっていますと。これは全世帯対象という形ですね。もともと岸田首相が、6月の中旬に定額減税に続く、定額減税って覚えてますか？月最大で5万円のですね、減税をされるというところについて、今まさに実施されているところなんですけども、それ以外の新たな給付金について検討してますということを発表しました。その結果、電気代の補助が出ます。あるいは年金受給者、低所得者に対して支援金を出しますと。これは秋に向けて、そういった方を対象に物価高の影響が大きい世帯、そういう方っていうのはやはり年金で生活、あるいは低所得なので、なかなか物価高の影響が大きいということで、そういった世帯を対象に給付金の検討を今与党に指示していると。秋からですね。その内容が今検討されているということです。事実上出るという形になってくると思いますと。それに対して不公平じゃないですかと。いやいや、我々としては働いて税金を納めて、そしてその中からこういった補助金、給付金もらっているということに対して、なんで年金受給者、低所得者に対して我々が納めた税金からたくさん支給がされるんだ、補助金が出るんだ、給付金が出るんだというふうな、不公平だっていうふうな声が上がっていますと。で、それを少し中身砕いていきますと、年金受給者というのはやっぱり苦しいというのがあります。今年国民年金、厚生年金少し値上がりしました。値上がりというのは大きく、給付される額が増えましたと。ただ物価めちゃくちゃ上がってますということなので、年金受給者というのは本当に苦しい状況にありますと。2024年は物価高で、この少し年金、厚生年金、国民年金増えたんですけれども、実質目減りしたと。物価がそれ以上にめちゃくちゃ上がっているということで、年金受給者はめちゃくちゃ苦しい状況になってますと。こういった年金受給者に対してはいろいろな給付金というものが、ずっとありますというところがあるという、形なんですけれども、ただこういった税金を納めて、こういった年金受給者、低所得者の対象にならないような、大半の世帯からは不公平だっていうふうな声も上がっていますと。ただ年金受給者、低所得者苦しいので、いいじゃないかという声もありますと。いずれにしてもこういった給付金というのは非課税世帯、低所得世帯、あるいはきちんと課税をしている世帯、そういった全世帯に対して繰り返し給付はやっぱり、あったという過去がありますと。コロナ禍に例えば全員ですね、全国民10万円給付と
いうものもありました。なので、こういった、課税、非課税、その辺構わずですね、給付がされるっていうふうな可能性もありますというところがありますので、決まり次第、また速報でお話しさせていただきます。このように閣議決定したり政府が方針を出すとバタバタと決まっていくところがありますので、その情報も決まり次第お伝えしたいというふうに思ってます。で、すいません。岸田首相が解散しないことで何が給付金、補助金に影響するかということです。つまり、自民党が今政権をひっくり返されて、その安定的な政権運営ができない、第3党を入れなきゃいけないとか、あるいは野党になってしまうということがない限りは、新たな給付金、先ほど言ったコロナ禍にあったような全国民1人10万円給付といったような給付金は決まってこない可能性がやっぱり高いということですね。こういった電気代の補助が出ます。8月から3ヶ月出ますと。そういったような内容はありますけれども、やっぱりこういった大胆なですね、給付っていうのはなかなか起きる可能性、決まってくる可能性は少ないというところがありますと。こういった非課税世帯、低所得世帯に対しては、今年もですね、新たに対象になった人たちに10万円給付ということが決まってきているのに対して、それ以外の世帯には決まってきていないということがあります。で、最初にお伝えしたこの新たな給付金は先送りされてしまう可能性のあるその対象の世帯というのは、一般的なこの課税をしている世帯ですね。こういった世帯に対しては、今言った自民党、こういった形で解散をして選挙を行った結果、政権を転覆させられてしまうと、政権与党でなくなってしまうということがない限りは、もしかしたらそういった課税している世帯に対しては新たな給付金先送り、もうずっとその自民党がこの衆議院で任期満了する来年まではもしかしたら決まってこないという可能性が高くなってきたというところですね。先日あった都知事選で、小池百合子氏が勝ったと、第3選ですね、3期目を迎えるということが決まった、自民党が推している小池百合子が参戦を果たしたということで、もしかしたら自民党解散してくるんじゃないかということも言われていました。自民党が勝ち、そして2位に無所属の石丸元秋田方市長の入選とか2位ですねというのがありましたので、立憲民主党でもないということで国民が示したということで、このタイミングでもしかしたら解散するんじゃないかと、こういった石丸伸二氏のような第三極というものの躍進も怖いので、準備が整う前にここで解散をするんじゃないかなと、今タイミングだと、自民党が解散するタイミングとしてはいいんじゃないかなということも言われていました。しかしこういった第三極、石丸伸二氏が例えば新党を立ち上げるとかですね、そういった動きもまだなかなか活発になってきたということも聞かないですし、こういった野党、一番手はおそらく立憲民主党なんですけども、立憲民主党の準備も進んでいないと、自民党でないけれども立憲民主党でもないということを国民が示したことによって、じゃあ何も慌てて解散する必要はないじゃないかということで自民党が思っている、岸田首相が思っているということですね。さらには自民党の総裁選っていうのが、この秋にありますけれども、そこに向けても岸田首相に代わる新たな候補、一番手は石破さんって言われてますけれども、その石破さんもはっきりしないと、立候補しない可能性ももしかしたらあると。さらにはその自民党支持者の最新の世論調査と、自民党を支持している人たちの世論調査ということでいうと、岸田さんがもしかしたら再選する可能性もかなりあるというところで、岸田首相としては、ここで解散をしなくてもというところがあります。野党の準備も進んでない、第三極の動きも鈍い、そして岸田首相以外にこの候補もいない、自民党総裁の候補ももしかしたら出ないと。このタイミングでやっぱり首相、あるいは自民党の総裁になるということは首相になるということなので、なかなか自民党に逆風が吹いている中で、首相をやる、総裁をやる、首相をやるっていうことは、もしかしたら短命の政権で終わる可能性もありますと。あるいは選挙で、次の衆議院選挙で大敗する可能性もあるので、このタイミングで立候補するっていう人もなかなかいないというところがあります。圧倒的な候補がいないということがあります。さらには岸田首相としても、ここでもし再選を果たすことができれば、安定した政権運営が続けられるというところに加えて、今
いろいろ始めている、例えばさっき言った定額減税だったりとか、いろんなこういった補助金、あるいは他の、政策のですね、成果が出るまである程度時間が稼げるというところがあります。あるいは支持率が上がってきていると。自民党、あるいは岸田首相、岸田内閣ですね、の支持率というのも、ここ最近は世論調査の各社、軒並み上がってきているという状況があります。やっぱり裏金のイメージありましたが、なかなか時間が経つとそのイメージも薄れてくるというのが現実的にあるということが示されたと。であれば繰り返しですけれども、急いで解散をする必要はないというふうに判断している可能性があります。そして解散をしないということは、新たな給付金は決まってこない、先送りされる可能性があると。で、その対象者はこの課税している世帯、新たに支給が決まっている給付金がない世帯、こういった課税をしている世帯に対しては、新たな給付金が先送りというふうになる可能性が高いというところになってきます。さあ、じゃあもし解散をすることがあれば、どういった給付金が可能性としてはあるかということをお伝えしたいというふうに思います。先日から何回かお話しさせていただいているように、自民党が大敗をするという可能性もまだなくなったわけではありません。岸田首相が再選を果たし、もしその任期を迎えてですね、解散ということになれば、もちろん選挙になりますと。で、支持率だいぶ上がってきていますということがあります。それは自民党の党員、あるいは自民党の支持層の中では、岸田首相の支持率も少しまた上がってきているということで、自民党の総裁としては再選を果たせるかもしれませんと。ただ、国民はめちゃくちゃ怒ってますということで、もし衆議院を解散するということになったとしても、結局は大敗してしまうと。自民党大敗で過半数割れ、第3党が連立入りして給付金を実現していくと。全国民10万円給付のような給付金を実現していくという可能性もあります。今、解散を先送りする可能性が高いというふうな話をしました。で、もし解散があった場合の話です。あった場合、やはり国民は怒ってるんじゃないかということで、自民党が大敗して、他の党が一緒になって、その党の推している政策が実現するんじゃないかと。その補助金給付金が実現するんじゃないかというふうな話です。で、この全国民10万円給付のような給付金の実現の可能性について検討してみましたと。で、この全国民10万円給付の給付金って、コロナ禍にあった4年ぐらい前ですね、にあった特別定額給付金というものですね。全国民を対象に1人10万円を給付するといったような給付金でした。もともと1世帯30万円ということで閣議決定してたんですけれども、その後の世論調査、国民の声を受けて、1人10万円ということで変わりましたと。新たに1人10万円ということで決定しましたということですね。で、この10万円給付を政策にしている政党って今どこがあるのっていうところなんですけど、国民民主党、1人10万円給付言ってます。あるいはれいわ新選組、春夏秋冬、3ヶ月に1回、季節ごとに1人10万円、つまり年間で国民1人当たり40万円給付しろということを政策の柱にしています。その財源もありますというふうに言ってます。ただし、野党にとどまると。国民民主党もれいわ新選組も全部野党ですので、なかなか実現していかないと。この1人10万円が決定したコロナ禍は自民党と公明党で検討されました。あくまで与党で検討されて実現したことですと。ただ、今、この10万円給付を政策にしている政党は野党にとどまるので、なかなか実現しないというのが現実的なところですと。ただ、もし選挙をして自民党が負ける、そしてその第3党として連立で入るという野党が現れれば大逆転して給付されるっていうシナリオも考えられますと。国民の声としてはコロナ禍より苦しい、物価が上がって給料が下がっているという状況なんで非常に生活が苦しいと、めちゃくちゃ低い支持率になっていますという状況です。こういった全国民10万円給付というような給付金実現してくれと、ぜひやってくれという声がありますと。岸田首相は今のところその全国民10万円給付というような給付金を決めていません。このコロナ禍以降は決めていませんが、ただ岸田首相としても国民の声無視できないというふうなところもあります。支持率をアップして衆議院解散をしていかなければ、やはり自民党が大敗してしまう可能性があると。
今年の6月、国会の期末で解散するんではないかと言われましたが、解散しませんでした。先ほど言った東京都知事選の後、解散するんではないかというふうに言われましたが、解散しませんでした。そして、このまま自民党総裁選を迎えても、もしかしたら解散しないと。衆議院の任期満了、来年の10月まで解散しないっていうふうな可能性もありますと。国民の支持率が少し自民党上がってきた場合は、解散はあり得ますが、もしかしたらこのままだとずっと解散しない可能性もあります。で、そうなると自民党大敗っていうのはあくまで解散した場合に起きる可能性が出てきますので、それがどんどん先送りされる可能性っていうのも出てきたということですね。岸田内閣の最新の支持率、なんとここ最近世論調査各社ですね、上がってきていると、支持率が上がってきているという状況です。つまり国民としてはやはり裏金の記憶というのは少しずつ薄れつつあるということですね。そこで岸田内閣の支持率も上がってきていると。7月8日、今月の頭ですね。最新の岸田内閣の支持率、NHK が出した支持率です。NHK というのは結構中庸に、良くも悪くも出さないような重要な、そういった、報道の会社だと思いますので、そこの支持率ということでは 25%、そして不支持率 57%、相変わらず低いんですが、先月6月の支持率に比べても 4% 上がってきているというような状況ですと。これ6月10日じゃないですね。7月の8日の支持率ですね。はい。岸田首相はまだまだ諦めていないという状況があります。いろんな政策、こういった給付金の実施によっては支持率が大きく上がった例もあります。このコロナ禍の1人10万円給付、安倍政権でした。安倍政権、やはりコロナ禍で非常に苦しい政権運営を強いられました。なかなかやはり国民生活が苦しいので、安倍政権の支持率、この当時非常に低かったと。2020年の5月に給付がされましたが、その1ヶ月前、なんと 23%、今の岸田首相と同じぐらいでしたと。それが、この特別定額給付金10万円給付というものを行った結果、翌月には 38% ということで約倍増しているというふうな状況があります。なので岸田首相としては、こういった給付金を実現することによって、国民の支持率を大きく上げて、そして解散に打って出るという可能性もあります。自民党の支持率、岸田首相の支持率、じわじわ上がってきていますが、大きく上がるということはなかなか考えにくいということであれば、国民にやはり支持されるようなこういった給付金、可能性としてはあるんじゃないかなというふうに思っています。それは解散すればあるということをずっとお伝えしていますが、解散しなくても解散するためにこういった給付金、全国民10万円給付のような給付金、特別定額給付金、全国民1人10万円給付というものの2回目、やってくる可能性も十分あるんじゃないかなというふうに思っています。今回、もしこの後選挙が行われた場合、自民党大敗して過半数割れすると、国民の怒り炸裂ということで、もし自民党が過半数割れてしまうということになった場合は、新たな第3党を入れて連立政権という可能性は大きくありますと。その場合、自民党と一緒になる政党、立憲民主党、ありえないですね。維新、ありえないですね。さあ、じゃあどこの政党が一緒になるのということで言うと、自民党と政策協議、あるいは与党入りも噂された国民民主党が一番可能性が高いんじゃないかなというふうに思います。国民民主党、さあ、ピンときた方もいるんじゃないでしょうか。10万円給付を政策にしている政党です。国民民主党はインフレ手当として10万円給付、あるいは消費税減税というものを政策の柱にしています。実際に去年の11月に参議院に消費税減税法案というものも提出していますと。で、その場合、国民民主党があるいは少し議席を増やし、自民党、公明党が大きく議席を減らしたということになれば、自民党の代表、公明党の代表、首相として押せない可能性が出てきます。その場合、第3党として連立入りする国民民主党が、国民民主党の代表、玉木代表ですね、が首相として押されて、そして首相になる可能性もあるというふうに思っています。そうなった場合、玉木首相になりますので、当然この10万円給付消費税減税も実現に動くというところです。消費税減税っていうのは、やはり何か物を買うということについて、ずっと 10% かかってくるんで、負担がめちゃくちゃ大きいという声があります。それがなくなるんであれば、非常にいい経済的影響が持続するという声、あるいは消費の刺激になって景気が上向くという声もたくさんあります。国民民主党の本部にもし解散して、もしこの国民民主党が与党入りするということがあれば、この10万円給付、消費税減税ちゃんとやりますか、
いうことについて確認してみました。この自民党、公明党と一緒に与党入りした瞬間に、このやっぱり予算に鑑みて10万円給付消費税減税厳しいって言われたら困るので、じゃあその後もちゃんとやりますかということで確認したところ、党の基本政策は変わらないと。細かいところは今話し合っているところ、衆議院選挙が来たとして、それに向けて話し合っているところだけれども、基本政策としては変わらないと。10万円給付消費税減税の実現というところに向かって動いていくというふうな声がありました。全ては衆議院選挙にかかってるんですけれども、やっぱり小選挙区制度の闇ということで、いくら自民党の議員だっても、裏金をやってたとしても、結局は地元推し、各地域、各小選挙区の地元の、やっぱり押されている議員が当選しているっていうのが小選挙区なので、その自民党の議員、あるいは裏金議員すら再選しがちということもあります。自民党が政権をひっくり返されるまでないなというふうに思うんであれば、与党アドバンテージというのもあります。自分の国民はやっぱり自分の地元の議員はぜひ与党の議員であってほしいと。その方がいい政策をしてくれるかもしれないし、あるいは実際にそうだというところもあるので、その与党アドバンテージというものもあって、なかなかひっくり返しにくいんですが、国民の怒り炸裂ということで、衆議院選挙、もし今やったらどれぐらいになるかということを予想してみました。これ実は春の予想です。もう裏金、ずっと、言われててですね、自民党がめちゃくちゃ叩かれている頃、そこで、衆議院選挙の結果予想をしてみたんですが、なかなか厳しい結果になるだろうと。83議席減。公明党はやはりこの今回、票がもしかしたら与党から野党に動くということが予想されているので、そうなった場合は支持母体がある公明党意外と強いんじゃないかということを予想しました。あるいは公明党はそもそも裏金に全く関係ないんで、小選挙区も比例区も意外とそのまま残ってくるんじゃないかなということで、そのままの議席32を予想したんですが、自民党が83議席減ということでめちゃくちゃ減らすんで、自民党、公明党合わせて、与党合わせて209ということで、大きく、この定数の過半数を割り込むということを予想しました。そして国民民主党、また本部に聞いてみました。どれぐらい立候補しますかということで聞いたところ、現職7名、プラス、ホームページに載っている31名を擁立する予定ですということでお話しいただきました。あるいはもう少し増えて40名ぐらい立候補するということになれば、今国民民主党支持率少し上がってますと。さらにはこういった40名立候補、7名現職いるということで、もしかしたら30名超えるぐらい当選してくる可能性はあるんじゃないかなということです。前回の選挙も21名中11名当選ということで、かなり高い確率で当選をしているということもありますので、30名もし当選ということになれば、この自民党、公明党の209と合わせて与党入りをして過半数を確保して、国民民主党与党入り、そしてこの10万円給付消費税減税を実現していく可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってます。さあ、これが自民党がこの解散をした後、大敗をして、しまうということの予想の結果でした。その結果、10万円給付、国民民主党が与党入りして10万円給付を実現していくんじゃないかというふうな予想です。で、さらには他の予想もあります。それは何か。自民党もっと大敗して野党入りしちゃう、野党になっちゃうんじゃないかということですね。10月に、例えば岸田首相が、再選を果たしますと。で、もう解散しますと。自民党の総裁として再選を果たし、解散に打って出ましたと。支持率も上がってきている。裏金イメージもちょっと和らいだということで解散しますというふうに打って出た場合でも、自民党がもっと負けてしまう。先ほど言った、ちょっと過半数割れという具合じゃなくて、もっと負けてしまって、野党の大連立政権が誕生っていうぐらいに政権交代させられてしまうと。そうなったことによって給付金の給付が早まるんじゃないかなということについてお話したいと思います。春にですね、4月11日、春先に週刊文春が近い未来の現実を見せたということで、次の衆議院の予想を出しましたと。もし今解散したならばということで、全選挙区を緻密に予想したと。2021年の衆議院選、あるいは2022年の参議院選の得票数に加えて、今の政党支持率のトレンド、あるいは勝敗分かんないぞっていう激戦区については、有力の候補の講演会の現地取材とかやりましたと。つまり
これ以上は無理なぐらいめちゃくちゃ予想を緻密に立てて、その結果自民党めちゃくちゃ大敗すると。どれぐらい大敗するの？自民党、公明党で過半数割れすると。野党の大連立政権も可能になるということまで予想しましたと。さあ、野党の大連立政権がもし誕生するとどういうことが起きるかと。野党というのは総じて国民に還元するっていうことを言っている政党がめちゃくちゃ多いです。野党の政策。国民民主党は先ほどから言っているように10万円給付ということで言ってます。れいわ新選組、春夏秋冬10万円給付。これも今言ってる通りです。維新に関してはベーシックインカムってことで、ちょっとこれ後で少し話しますけど、毎月6万円とか10万円を国民1人当たり給付しますということを言っています。ベーシックインカムですね。あるいは立憲民主党、1世帯当たり3万円給付ということで言ってます。野党は総じて国民に還元するっていうことを政策の柱にしている政党が多いので、野党の大連立政権になった方が、あるいは給付金、補助金というものは実現するっていうふうな可能性は高いですということですね。すいません。先ほど言ったベーシックインカムちょっとお話しすると、日本維新の会が言っているベーシックインカムが代表的なところですね。所得制限なく、性別も年齢も制限なく、全国民一定額を定期的に継続して給付すると。国民1人当たり毎月6万円から10万円を給付するということを想定していって、もし10万円ということだと年間120万円なんで、国全体でいうと年間150兆円の予算規模なんですけど、これは何も新たに150兆円毎年給付しますよっていうことじゃなくて、老齢基礎年金って言って、我々国民年金払ってますよね。で、国民年金払うと65歳から、老齢基礎年金って言って、毎月、数万円ですね、5万円とか、いくらかぐらい給付されるんですけど、その老齢基礎年金と一緒にして、ベーシックインカムとして、国民1人当たり毎月6万円とか10万円とか給付しましょうというふうな案のことです。これをぜひやっていきましょうということで推しているのが維新ということになりますと。もしこの10月で解散しなければ自民党の支持率がさらに下がって野党の準備も進むんじゃないかっていうふうにもともとは言われていたというところもあります。自民党の離党ドミノまでもしかしたら起きるんじゃないか。議員がどんどん自民党から離れてるんじゃないかと。離れていくんじゃないかってことも言われていたんですけども、いや、今の状況ですと先ほど言ったように自民党の支持率も少し上がってきている。あるいは野党の準備も進んでないと。で、そして第三極の動きも鈍いということで、政権交代まではもしかしたらどうだろうかというふうな動きに最近はなってきました。もちろん野党第三極次第というところはあるんですが、自民党が今もしかしてこの解散に打って出るということがあったとしても、野党になってしまうということまではもしかしたらないというふうな状況になってきました。野党大連立でこういった国民に還元する給付金、そういった給付について実現していくと。その給付が早まるんじゃないかという可能性については、もしかしたら少し可能性が低くなってきたというところもあるんじゃないかなというふうに思っています。給付金に関する情報はまたこういった形で新たなもの、新たな動き、新たな予想が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければというふうに思います。それから給付金に関する動画出させていただくと本当にたくさんの方にご覧になっていただいています。で、たくさんの方にご覧になっていただいているってことは、政治家の方とか、あるいはもちろん自民党とか、なんなら岸田首相ももしかしたらご覧になっている可能性もあると思いますと。なので、我々の声を少しでも届けて、ぜひこういった政策、あるいは給付金といったような内容について、ぜひ実現していきたいというふうに思っています。なので、もう賛成、反対の一言だけでも構いませんので、ぜひご意見をコメントで入れていただければというふうに思っています。また、新しい動きありましたら、閣議決定しました。あるいは新しい情報が出ましたということがありましたら、すぐに動画でお話しさせていただきたいというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。